ガンプラはどこへ消えた？転売か、供給不足か。世界のガンプラ市場。日本国内におけるガンプラは昔は店頭で気軽に購入ができ、受注生産のプレミアムバンダイで人気商品が発売されることを知ると、どうして一般販売にしないのかという意見が出ることが多かった気がします。しかしいつしか店頭でのガンプラ不足が目立つようになり、いつしか欲しいガンプラを気軽に購入することは難しくなってきました。そしてガンプラコーナーに赴くと、ほとんどガンプラが置いておらず、日に日にラインナップが減っていき、お店によっては空いたスペースをなんとか埋めるためポスターを貼ったり工具類を置くなどしている様子を見受けるようになりました。なぜこのようにガンプラ不足になっているのでしょうか。供給が世界的に不足しているからなのでしょうか。それとも転売ヤーの増加が原因なのでしょうか。今回は当チャンネルのコミュニティで皆様から教えていただいた世界のガンプラ販売状況について見ていきたいと思います。コミュニティ、Twitter、メールにてご回答いただいた皆様、本当にありがとうございます。なお、本動画は全部で71人の海外の方のお話をまとめたものとなります。そのため視聴すべてを網羅しているというわけではありませんのでご注意ください。また詳細が気になる方はぜひコミュニティの方もご確認ください。それでは見ていきましょう。まずアメリカ大陸です。カナダの方からいただいた情報によると、カナダのガンプラショップは主要都市に数店舗と地元にガンプラを少し扱う店があるようです。新商品はすぐに売り切れてしまい、価格については元のキット価格に加えて送料や販売店舗のマージンを含めると、一般販売のキットでも日本価格の約2倍が相場で、プレミアムバンダイの商品やレアキットなどは3倍価格になるものもあるとか。そのため価格と供給の両方が厳しいので、販売店を通さずに直接日本から購入する方や、仕方なく偽物品を購入する方もおられるようです。 USA、 アメリカは場所によって供給量は異なるようです。満足できる量のガンプラが供給されていると感じる方もいらっしゃいましたが、ビルド系などの一部のガンプラしか店頭で売っておらず、欲しいキットが全然手に入らないという意見を多くいただきました。なおアメリカも転売ヤーが多く、オンラインショップによっては恐ろしい高値で売られているところもあるようですが、実店舗やガンプラ専門のオンラインショップであればキットを探すには苦労するものの、金額的には比較的購入しやすいところもあるようです。チリにおけるガンプラはニッチな趣味なので、希少なものを除けばガンプラを見つけるのはそう難しくないという意見をいただきました。供給量は追いついているようですが、もともと送料が高いので転売ヤーはいるものの店舗で購入するのと大して変わらないようです。次にアジア圏です。韓国は日本と同じく最近は大きな店舗でもあまりガンプラが買えなくなっているという声をいただきました。リアルグレード、ハイニューガンダムなどはガンダムベースに並ぶか予約しなければなかなか購入できず、店頭では境界戦機や RX78 のような王道のキットが中心になっているとのことでした。入手困難なものは値段がつり上がっていて、購入が大変な状況になっているようです。香港も供給が追いついていないようで、発売されてもすぐに売り切れる状況という意見をいただきました。ネットですぐさま予約して購入しなければならず、転売ヤーも多いようです。中国、上海在住の方のお話によると、潤沢な品揃えのところが多いようです。また価格も日本と大差ないということでした。中国は代理店制度があり、日本よりも安い値段で購入できるところがあるので、日本で購入して中国へ持っていくことにメリットはないようですが、上海のイベント限定品に転売ヤーが集まっていて、組織的に買い占めを狙う集団を見たという情報があるので、限定品だけは転売が行われているのかもしれません。インドネシアでは人気商品は品切れになりやすいので高値で売買されやすいようですが、そうでないキットは品揃えが少ない店もあるものの、比較的入手しやすいお店もあるようです。ただし日本で発売してから店舗に並ぶのに半年かかるものもあるようで、ネットオークションで購入するという方もいらっしゃいました。価格は送料や販売店のマージンがプラスされるので全体的に高めのようです。マレーシ
マレーシアでは品揃えは限られているものの、あまり大きな転売問題は感じていないという意見をいただきました。ただ、日本価格とそんなに違いはないという意見もあれば、販売店によって異なるのか、新商品でなくても高値で売られているキットもあるようです。フィリピンでは欲しいキットが売り切れているのか、そもそも入荷していないのかわからないものの、供給が全く追いついておらず、欲しい品を購入することができない状態になっているようです。なお、公式ショップでの価格が日本より高めであるものの、適正価格になっているようです。シンガポールでは転売ヤーが多いのか、手に入りやすいキットがあるものの、商品によっては 2,3 倍の価格で売られているようで、入手するには行列に並んで先着順で手に入れる必要がある状況というご意見をいただいています。タイでは2021年から供給不足が続いていて、21年11月にオープンしたガンダムベースですら新商品を見つけるのが難しく、さらにガンダムベースで売られている商品は小売店より最大で 30% ほど高額で売られているため、転売ヤーが増えやすい状況になっているという意見をいただきました。一方で、ガンダムベースのラインナップは比較的充実しているという意見もいただきました。もしかするとガンダムベースは新商品以外はラインナップ的に揃っているものの、値段が高いのでそこで買わずにネットで探す人が多いのかもしれません。ベトナムでは供給不足で購入自体が難しい上に、ライセンス店であっても価格が日本の 2,3 倍になることもあるようです。続いてヨーロッパです。なお、ヨーロッパはプレミアムバンダイがないとのことで、プレミアムバンダイ製品の入手は非常に難しい環境という意見を多くの方からいただいています。エストニアにはガンプラの小売店がないので、他国から輸入しなければならず、送料が高くつくことに加えて、ネットで高値で購入しなければならず、さらに在庫に乏しく、品揃えがあまりないというご意見をいただきました。フランス、ガンプラの小売店が少ないので、そもそも入手が難しく、品揃え的にも手に入りにくい製品が多い状況のようです。フランスではバンダイホビーストアが20年にできたので、もしかすると今後状況が変わるかもしれません。イタリアも品薄でガンプラが入手しにくいというご意見をいただきました。スコットランド、人気キットを数ヶ月ごとに大量に入荷するショップがあるそうで、人気キットの入手にはあまり困らないものの、逆に人気商品以外を入手することが難しいようです。なお、高価格の転売はスコットランドでは公然と非難されるので、市場価格は適正になっているそうです。アイルランドでは最近ガンプラが全く購入できず、残念ながらネットで2倍の価格で購入するしかない状況になっているとのことでした。イギリスにはガンプラの小売店があるものの、輸入や関税の関係で価格が高めに設定されており、入荷に時間がかかることや供給問題があることから、ネットで高値で購入することもあるそうです。最後に南アフリカです。南アフリカではあまり人気がなく、店舗では大都市のヨハネスブルムですら1店舗に1品あるかどうかになっているので、転売かネットで購入するしかないものの、ネットでも品揃えが限られているようです。価格面でも輸入税が高いので、2倍から3倍の価格になっているそうです。こうして世界各国の状況を見てみると、全体的に供給が追いついていないことがわかります。時々ツイッターなどで海外のガンプラ売り場に豊富なラインナップが揃えられている写真が流れてきたり、海外ではガンプラが潤沢に揃っているという話を見かけることがありますが、ほとんどの国で購入が難しい状況になっているようで、一見豊富な品揃えに見える店舗であっても、金額が日本の 2,3 倍くらいになっていたりして、結果的にネットで買った方が安いという状況のところもあるように感じます。なので私の意見としては、ガンプラファンの母数は世界的に見れば地域によって大きく差があると思うので、潤沢な在庫があるところはたまたま穴場になっているというだけで、一概に海外だからガンプラが潤沢と判断するのは早計であり、ガンプラ供給量を日本はもちろん世界全体で増やすべきではないかと思いました。2020年12月、バンダイは生産工場の拡張を行っており、先日2022年2月8日のバンダイナムコにおける第3四半期決算説明会では、
ガンプラ生産体制の強化方針に関する質問に対しての回答として、グループ内機能の活用や設備の増強などを行っており、事業拡大に備えて、さらに生産体制の強化を行う予定と発表されており、さらに、22年以降で、中国と北米への販売を強化する戦略を打ち出しているので、生産体制の強化が追いつけば、徐々に現在の供給不足は解消し始めるのではないでしょうか。ガンプラの需要と供給のバランスが早く整うことを願いつつ、今回の動画を締めさせていただきたいと思います。なお、ガンプラ転売と市場の動向、そして今後に対する見解に関して深掘りした動画をサブチャンネルの方でアップしていますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。